いや、よく落ちる。落ちすぎて逆に怖い。アルカリ性の方の薬剤はっていう感じがあったので、一長一短という感じでした。ただね、1点注意点の部分に関しては、はい、どうも黒ガレージです。今回の動画はこちら。コメディのクルザードから出ている水垢汚れ渋アク洗浄剤と水垢汚れピッチタール洗浄剤、こちらの2つを試してみる動画を撮影しようと思います。僕の愛車の1台でもあるこちら DA17V のエブリーなんですが、見ていただいてわかる通りしばらく洗車をサボっていたので、汚れが目立たないと言われているマット塗装でもだいぶ汚れが目立つようなそんな状態になっています。赤い方は酸性、青い方はアルカリ性ということで、僕は本来こういったね強い薬剤を使って愛車をね洗車することに関してはあまり賛成的な立場ではなかったんですが、ここまでね洗車をサボって汚れてしまった車のボディお手軽に復活をさせるためにはこういった薬剤を使うことも致し方ないということで、今回はこちらを使ってみようと思います。フォレストオートのリフトアップスプリングを装着してマットテレーンタイヤを履かしているこちらのエブリーはですね、未舗装道路やね河川敷なんかドライブで走ることも多く、下回りもだいぶ汚れている状態があります。ホイールもタイヤローテーションをね試しにしたいというついでもありますので、今回はタイヤホイールを外してタイヤホイールをきれいにし、ホイールハウス内も薬剤を使って洗車していこうと思います。またね、コメディのクルザードから出ているディティールブラシも手に入れております。どのディティールブラシがねタイヤホイールや洗車お掃除に適しているか合わせて検証していきたいと思いますので、まずはですね前後のタイヤを外して下回りの洗浄から進めていこうと思います。ということでフロントタイヤ外せました。おそらく外したら馬をかけろだのなんだのそういったお話が出ると思います。その通りです。皆さん馬をかけましょう。外したタイヤはこちらです。今回ですね横浜タイヤのジオランダ MT ということでマットテレーンタイヤ履かしてます。これを履かせてから走行距離がだいたい5000キロから1万キロ走行っていう形なんで、ロードノイズがね少し目立つようになってきました。本来はねタイヤは前後入れ替えが妥当なところなんですが、回転方向が逆になるように左右入れ替えしたらロードノイズがどうなるのか、それをちょっと試してみたくて今回は左右でタイヤのローテーションしてみようと思います。洗車のついでにねどうせだったらっていうことでホイールをきれいにしてあげてタイヤハウス内もきれいにしてあげようっていう、そういうお話ですね。今回はこの2つの薬剤検証になるので、左側を酸性の洗剤、右側をアルカリ性の洗剤でどれだけね汚れ落ちに変化があるのか、洗いやすいのか、まず第1弾としてこちらを検証していこうと思います。最初はですねこちらのホイールをこの酸性の薬剤こちらを使って汚れを落としていってみようと思います。注意書き、ガラス類やメガネ、時計等の貴金属絶対に触れないようにしてくださいということで、めちゃめちゃ強い薬剤だと思います。レーシングサービス渡辺さんのホイール以前ご縁があって商品提供していただいたものだったりもします。エブリのねボディ色に合うようにということで特別に白色に塗装をしてから収めていただいた商品になりますので、おそらく大丈夫だとは思いますが、こういった薬剤ねウレタン系じゃないラッカー系の缶スプレーとかで塗装した面にはすぐにねシミがついたり侵食されたりっていう可能性があるんで、皆さん使われる際は十分に気をつけてから使用してみてください。僕もね目立たないねホイールの裏側とか軽く試してからやっていこうと思います。水垢汚れ使ってみましたが、めちゃめちゃよく落ちますね。隣のホイールとね見比べていただいても綺麗になってるのがわかるかと思います。いや、よく落ちるが落ちすぎて逆に怖い。どれだけ塗装面とかにね影響があるのか、そういったところが怖かったんでこまめに水かけて大量の水でねやってきましたが、実際に綺麗になることが分かりました。なのでお次はこちら隣のホイールをねやってってみようと思います。2つとも磨いてみました。酸性の薬剤の方で磨いたホイールがこんな感じ、アルカリ性のホイールで磨いた方がこんな感じ、どちらも一長一短という感じでした。僕が気になったのはですね、ホイールがハブに当たる部分のサビ汚れの落ち方が酸性の方がよく落ちました。鉄が酸化したもののね付着してるっていうことなので、サビには酸性なのかな。アルカリ性の方の薬剤はちょっとヌルヌメっていう感じがあったので洗い流すのが手間取りましたが、油汚れなんか
かはアルカリ性の方が落ちるんじゃないかな、そんな感じがしました。それぞれのホイール酸性とアルカリ性で洗った状態ですよね。それをね中和する意味も込めて、酸性で洗ったこちらのホイールはアルカリ性のものでもう一度洗って、アルカリ性のもので洗ったこちらのホイールは酸性のものでねさっと洗って仕上げたいというふうに思います。ホイールのね撥水処理、タイヤワックスもしっかりつけてホイールがピカピカになりました。ということでこれねレーシングサービス渡辺さんのセンターキャップ、走行中に1個吹っ飛んでいっちゃってどっか行っちゃったんですよね。なのでつけてなかったんですが、これからね注文するとしてはめていっちゃおうと思います。ちなみにセンターキャップってエアバルブの位置を下としてこう捉えてつけるのが一般的らしい。よいしょ、ちょっとはまりました。タイヤホイール2本を洗った時点でこの2つの商品の傾向が分かりました。傾向を踏まえた上で作業をするのであれば、まずはこのアルカリ性の薬剤でしっかりと汚れを落としてあげて、さらにサビ汚れなんかはねこっちの方が強かったので、後から酸性のこの薬剤でもう一度洗ってあげて、酸性でアルカリ性を中和するっていう形で施工をしていけば、強い薬剤でいろんな部品を傷めてしまうっていう、そういうリスクをもう少しは緩和されるんじゃないかななんていうふうに思いました。なのでね2つの薬剤を使ってホイールハウス内洗っていってみようと思います。実はですね左前ですねのドライブシャフト、ブーツが裂けて気づかず乗ってしまっていたということがあって、右前よりもね左前の方がタイヤハウス内特に汚れています。なのでこちらをね綺麗にする映像を撮っていきたいというふうに思います。こんな感じで綺麗になったと思います。夕暮れが差し迫ってるということで追い込んで綺麗にはしておりませんが、パッと見でここまで綺麗になったっていうのがよくわかるかと思います。反対側の方が映像で撮らなかった分ね少し雑に洗ってしまってるような感じがありますが、こっちも乾いてきてます。こうやってブラシを当てられなかったところ、当て忘れてしまったところはこんな感じで相変わらず汚れてますが、ブラシが当たってるところはここまで綺麗になってますね。あとはね内側の汚れしっかり落ちて本来のボディ色出てきたと思います。こういったところをね追い込んで洗えなかった部分だったりもするんで、もう一度最後に水をかけながらブラシでゴシゴシーっと薬剤を使わずに洗ってあげようと思います。ただねブレーキローターに関しては表面側酸化反応起きてしまってるような状況があるんで、水をかけながらね薬剤を使わずにいろんなとこブラシでゴシゴシして残った薬剤落としていってあげようと思います。フロアで水分飛ばしまして、タイヤレザーワックスでツヤ出しをしてタイヤを組んでタイヤが着地しました。このまま続けてリアタイヤとリアタイヤハウスをやっていきたいところではありますが、空が暗くなってきてしまっているので、もう一つやりたかった検証、マット塗装面、こういうところが綺麗になるのかどうか一部分だけね明るいうちに試してみようと思います。日頃お世話になっている車屋さん、フォレストオートさんというねカスタム屋さんがあるんですが、フォレストオートさんがですねオリジナルでやっていらっしゃるフォレストオートオリジナルマットペイント、そういったペイントが施されておりますので、純正の塗装ではありません。なので缶スプレーのようなね塗料で塗ったものとは違うとはいえ、純正の塗装面ではないので大きく傷めてしまうことがないようにね手短に作業してみようと思います。作業は下回りと同じようにアルカリ性のものを施工した上で酸性のものを施工していこうと思います。映像でもわかるかと思いますが、こちら洗ってないところ、洗ったところ一目瞭然で綺麗になってるのがわかるかと思います。マット塗装のね凹凸のへこんだ部分、そういったところに入り込んだ黒ずみっていうのはね、こうやって雑巾で拭いても落ちなかったりはしたんですが、ブラシで磨いた効果か薬剤の効果かわかりませんが、綺麗に落ちてるのがわかるかと思います。ブラシの効果だけでここまで綺麗になったっていう風にねなってしまっては面白くないので、この辺りをですねコンパウンド入りのカーシャンプー、それでね少し洗ってみようと思います。それで効果が出るならわざわざ強い薬剤使わなくてもいいという結果になると思うんで、ここをね先ほどのブラシを使ってコンパウンド入りのワックス、それでね磨いてみようと思います。使うのはこちら、そのまま使えるシャンプー水垢取りということでコンパウンド売りのシャンプーです。検証なんでたっぷり使っていこうと思います。シャンプーでも洗ってみました。ここから見てわかりますかね。ここが2つの薬剤で洗ったところ、ここが
コンパウンド寄りのワックスで洗ったところ、シャンプーで洗ったところはある程度の汚れは落ちてますけど、ほとんど汚れ落ちてませんね。対してこちら薬剤で洗ったところは綺麗になってるのがわかるかと思います。なのでブラシでゴシゴシした結果綺麗になったというわけだけではなく、こちらのね薬剤を使ったからこそ綺麗になったっていうところがわかるかと思います。お外は真っ暗になってしまいましたが、リアのタイヤハウス内綺麗にしつつ、タイヤホイールは綺麗にしました。ボディはタイムアップということで全然綺麗にできてませんので、このね検証の動画とは別で綺麗にする日を作ってあげようと思います。そういえばですね、僕のね活動拠点の納屋はこんな感じになっています。まだチャンネルで紹介していない愛車たちがいますので、こういった愛車たちもね順次紹介していきたいと思いますんで、楽しみにしていただければと思います。半日のねしゃがみ作業をしたので、僕の下半身は生まれたての小鹿のようになってしまったので、テンションが落ちてるのをご了承いただければと思います。今回はね、水垢汚れ渋悪洗浄剤酸性の薬剤と水垢汚れピッチタール洗浄剤アルカリ性の薬剤どっちがいいかなっていうことで検証の動画撮影してみましたが、結果意外なことにですね、両方使えばいいんじゃないっていうところに落ち着きました。アルカリ性の洗浄剤に関しましては油汚れなどがよく落ちる。その代わりヌルヌルした感触っていうのが水をかけた後でもねしばらく残り続けたりもするので、よーく落としてあげる必要がある。こっちの赤い酸性の薬剤に関してはサビ汚れなんかはねよく落ちてくれるっていうところだったり、水切れが良かったりっていうことが特徴としてありました。もちろんアルカリ性酸性っていうことでそれぞれ特徴があるんですが、一番最初にねフロントのホイールを検証した結果、僕が使い方としてベストだなというふうに思ったのは、アルカリ性の洗剤で汚れを基本的に落としてあげて、流れにくい部分があるのでこちらの酸性の薬剤で中和するっていう意味合いも込めてですね、最後に洗ってあげて、さらにサビ汚れなんていうところも落とした上で運用するっていうのがベストだなっていうふうに思いました。どっちがいいかっていう検証だったんですが、どっちも使ったらそっちの方が効率もいいし中和されるだろうし、塗装面や部品たちには優しいんじゃないかっていうところがね僕の結論になりました。ただね、本当に注意点というか1点注意点の部分に関しては、どちらの薬剤もかなり強い薬品であることは間違いないです。過去にねアルカリ性の薬剤を使って補修塗装をしたボディ面をシミにさせてしまったっていう仲間がいました。実際にそれぐらいですね、補修塗装面ウレタン塗装とかでなければ少しねつけておくだけで悪影響が出てしまうぐらいとっても強い薬剤たちですので、強い薬剤を使っているよっていうことだけはよく理解した上で、洗浄したらすぐに水をかけてよーく水で洗い流すとか気をつけて使う必要があるっていうふうに思います。どちらかというとね、強い薬品を使うことなく安価でシンプルなボディメンテナンスや洗車をするのがいいっていうふうにね僕自身は考えていたんですが、汚れが蓄積してしまったような状態の車だったり、ここにも書いてありますが雪国なんかでエンカルで汚れてしまったボディ面をメンテナンスするときにはこういった薬剤活躍するんじゃないかなっていうふうに思いました。冒頭で説明していたこちらのディティールブラシもね合わせて使ってみたその所感お伝えするよっていうことなんですが、洗車用豚毛ディティールブラシ、これはね同じ商品大中小っていう形だったので大きいものを一つ使ってみてですね、こっちの洗車用ディティールブラシに関してはこれも小さいんで使いませんでした。豚毛のブラシもこっちの商品と同じだったんで使いませんでした。ここに書いてあるソフト、毛先がとっても柔らかくてめちゃめちゃ繊細なところに使うようなブラシだったので、こういう強い薬剤をね使う時に出番になるブラシじゃないなっていうことでこれも使いませんでした。ですので結論この2つですね。豚毛ブラシ第1つと5本セットのこのミドルと呼ばれるものですね。このブラシすごく芯があって硬い、そういった毛が使われてるのがわかると思います。ミドルがすごく使い勝手が良くて、こういってね奥まったところとかくぼみになっているところの汚れをこうやってかき出すのにとっても重宝しました。すごく使いやすかったです。豚毛のブラシもある程度コシがあってね、揉み込むように使っていくと泡立ちが良くて、これもまた使いやすいディティールブラシでした。洗車がね効率よくなるっていうことがよーくわかりました。ということで久々の座り作業で疲れ果ててしまってぐちゃぐちゃのままでのエンディング申し訳ないんですが、今回はですねこの2つの強い薬品を使って車のあらゆるところを洗浄できる
きるかどうか試してみるっていう動画でしたが、2つとも使って頑固な汚れを落としに行けばいいじゃないっていう結果になりました。今後もね、いろんなケミカル類の商品を検証して試していくっていう動画をどんどん撮っていきます。このチャンネルはね、とりあえず何でもやってみるをテーマに自分自身の人生を DIY していけるような、そういうチャンネルを目指しております。少しでも面白そうだなと思った方はですね、ぜひチャンネル登録をして他の動画なんかもご視聴いただければと思います。ということで、最後までご視聴いただいた皆様、本当にありがとうございました。ねぎらいのコメントいただけると嬉しいです。バイバイ。